ボ人生ある春風会です。はいということでね、今回の動画は WSOP メインイベント Day2はいってことなんですけどもね、こちらの動画見てない方はね、Day1を見た後にこちらの動画に戻ってきてください。春ポーカーは参加費1万ドル、日本円にして現在135万円のトーナメントに出ています。こちらのトーナメントなんですけども、ポーカーの世界大会で一番大きいトーナメントになっています。春ポーカー Day1 の時点で6万点スタートから10時間プレイしまして、5万7100点と3000点減らしております。あんまり意味なかったです。マジでうざいトーナメントなんですけども、こちらのトーナメントかなりロングストラクチャーで時間めちゃくちゃ長いです。おそらくインマネは3日目のね最後らへん、あと20時間ぐらいプレイしたらインマネできるかなっていうラインになります。本日はもう余裕で残れると思いますんで、春ポーカーがバチコリ増やす姿見ていただけたらなっていうふうに思います。Day2 人集まってきたんですけども、春ポーカーぐらいになると顔面の偏差値で大体ポーカーの強さ分かってくるんですよ。Day1 と比べて確実に顔面レベル上がってますね。Day1 のテーブル結構良かったんですけど、春ポーカー増やせずっていうところだったんですけども、しっかりできることやって期待値追っていくしかないんで、顔はみんなかっこいい。ちょっとあとおばちゃん1人おるからそれはいけるかも。おばちゃんと優しそうなデカめのおじちゃんいんねんけど、そういう人大体弱いからそこちょっと狙っていきます。すいません、日本語聞こえてたら。ということでついに始まりました WSOP メインイベント Day2。 去年のメインイベントは Day2 で敗退してしまった春ポーカー、今年はどれだけ記録を伸ばせるのか。記録より記憶に残るような戦いをしたいなんて言ってられへんぞ。金くれやとにかくよ。というところでこのハンドクイーン9オフスーツカットオフからブラインドは現在400、800、BB アンテ800の状態です。このハンドに関してはプリフロップでフォールドしてもオープンしてもいいハンドかなという風に思います。今回はレイズ1700点を春ポーカーを選択しました。まだ Day2 始まって間もないので、テーブルにいる相手プレイヤーの特徴を冷静に掴んで立ち回っていけたらなという風に思っています。というところで手前の SB のプレイヤーがコールを選択、それに合わせて BB のプレイヤーもオッズがあったのかコールを選択しました。3ウェイでフロップに参ることとなったんですが、ここでディーラーの方がミスをしたので春ポーカーはそこを指摘。ここで正確なポット額となりました。ディーラーさんも人間なのでミスをすることはあります。注意深くプレイをしてミスっている時にはちゃんと指摘をしましょう。というところでフロップは5、9、10のレインボーボード。春ポーカーはセカンドヒット、あまり自信が持てるようなハンドではないですが、まあ悪くないボードが落ちたと言っていいでしょう。というところで SB のプレイヤーはこのボードにおいてチェックを選択。 BB のプレイヤーはここでドンクベット3000点を打ってきました。少し怪しい動きですが、春ポーカー自身9ヒットを持っているため、相手が2ペアなどでドンクをかましてきているところのコンボ数を減らしていますし、何より BB に対してポジションが勝っているためコールはしないとなという風に思っています。というところで春ポーカーはここでコールを選択。 SB のプレイヤーはここでフォールドを選択しました。開始早々いきなりドンクベットが飛んできたので、少し変わったアクションをするプレイスタイルなのかなと思いながら春ポーカーはターンに向かいます。ターンに落ちたのは6のクラブ。もしフロップで相手がドローでベットしてきていた場合、このカードは78のオープンエンドストレートドローが完成しているカードなので、春ポーカーにとっては少し嫌なカードが落ちたなとも思っています。ですが相手プレイヤーはターンでチェックを選択。フロップではドンクベット3000点という結構強いアクションをしていましたが、ターンでは1点弱気のチェック選択と、春ポーカー自身何を持っているのかあまり分かりませんが、シンプルに9ヒットはショーダウンを目指したいので春ポーカーはチェックバックを選択すると、リバーに落ちたのは5のスペード。もちろん嬉しいカードではないですし、相手が5ヒットでフロップベットしてきた場合リバーでまくられてるなと思っていました。ですがリバーで相手からめちゃくちゃ安いベッドが飛んできました。この安いベッドにめちゃくちゃ強いハンドが混じっていることはほぼほぼないのが経験則としてあるんですが、弱めのキッカーの10ヒットとかはありえそうだなという風に思っていました。この安いリバーのベッドで5のトリップスとかをほぼほぼなさそう。コールするかブラフ転換のレイズをするかで迷っています。どうしたらいいんや。全集中、水の呼吸、レイズ型。このベッドに対して9ヒットコールもありですが、セットブロッカーにもなっている9ヒットを持っているため、春ポーカーはブラフ転換2000点の安いベッドに対してレイズ1万点を返していきました。このレイズに対して相手のプレイヤーは長考、とりあえずスナップコールが入らなかった時点で春ポーカーこのレイズは成功だなという風に思っていました。 Day2 始まってファーストハンドということもあるので、春ポーカー初手からかましてやるかという意気込みもあります。相手は結構悩まれた後にここでコールを選択。春ポーカーはくっそーコールされたかと思いつつクイーン9オフスーツをショー、相手もハンドをショーするかなと思っていたら、何やら相手はもじもじしています。まさかの勝ってるパターンあるんと思っていたら、相手は9を見せてハンドをマック。全集中、過呼吸。
ということで Day2 ファーストハンドはブラフレイズをしたつもりがまさかのバリューレイズになっているという形になりました。もうなんかわからんけどさ、上振れ最高。ということで春ポーカーはまさかのクイーン9でラッキーレイズを成功させ、続いてのハンドはこいつだ。キングクイーンオフスーツハイジャックから UTG のプレイヤーがレイズ2000点を選択している状態となります。 UTG からのオープンということもあるので、フォールド、コール、3ベットどれでもいいと思います。今回は春ポーカーコールを選択。ポジションがいい時はできるだけポストフロップで戦っていこうという春ポーカーの意識がありました。 Day2 のトーナメントが始まってまだ間もないので相手の特徴はつかみきれてはいませんが、これまでのアメリカでのライブトーナメントの経験を生かして冷静に立ち回っていこうと思います。というところでここで SBBB のプレイヤーがフォールドしてヘッズアップでフロップに参る形となりました。フロップに落ちたのはクイーンジャック7のレインボーボード。春ポーカー自身トップヒットプラスキングキッカーということでかなりいいボードが落ちてくれました。このボードに対して UTG のプレイヤーはチェックを選択。オリジナルに有利なボードではあるのでかなりの頻度で CB が飛んでくるかなと思っていましたが、チェックは少し予想外でした。おそらく10以下のポケットペアかなという風に春ポーカーは思い、そこら辺にバリューベットを打っていきました。選んだサイズはベット1600点、かなり安めのベットを選択しました。まあポケットペアだったり A サイなら一発ぐらいコールできるかなという額です。というところで UTG のプレイヤーがこのベットに対してコールを選択。ナイスコールと思いながらターンに向かいます。ターンに落ちたのは9のスペード。少しベッドなボードにはなってしまいましたが、春ポーカーキングを持っていることによってガットショットストレートドローもついた形となります。ターンも引き続きベッドもしくはチェックでもいいかなと思っていたら、ここでまさかの相手からドンクベッド5000点が飛んできました。少し特殊な動きではあるので相手のハンドを冷静に判断していきたいと思います。ターンでのこの強い動きはバリューハンドでいうと2ペアだったりストレート完成が多いでしょう。ターンでの2ペア完成はクイーン9だったりジャック9あたり、ここら辺のハンドは UTG のオープンレンジになかなか入っていないんじゃないかなと春ポーカーは思っていました。キング10のストレート完成も春ポーカー自身がキングを抑えているため、相手はターンで何かしらのドローがついてベットしてきた可能性もあるなと思い、春ポーカーはコールを選択しました。リバーに落ちたのは5のダイヤで完全なるラグが落ちてくれました。春ポーカー自身ターンではドローの線もあるなと思いコールしていたので、そこら辺のハンドが全て滑っているようなリバーカードとなるためいいカードが落ちてくれたなと思っていました。そして相手からここで強めのベッド13000点が飛んできました。このリバーでのベッドサイズはドロー滑りがかなり打ってきそうなサイズです。被告人前へ。ブラックダウンシャウト。エース10などがブラフしている可能性もあるし、しかもリバーがラグすぎる。春ポーカーはここでコールを選択すると相手のハンドはキングス。お前にかけたろけ。ちょいけということで春ポーカーは見事にブラフキャッチ失敗。まあですがブラフキャッチ毎回成功するわけではないですし、相手のフロップでのナイスチェックを称えたいなと春ポーカーは思っていました。次はナイスブラフキャッチ決めてくれ春ポーカー。先ほどのキングクイーンのブラフキャッチで結構なスタックを削られてしまった春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。エースデュースオフスーツ BB から。ブラインドはまだ Day2 のファーストブラインド 400、800、BB アンテ800の状態です。135万円がかかったこのトーナメント、簡単にこんなレベルでは飛んでられません。スタートチップより少し減らしてしまってはいますが、まだいける。チップがある限りはトーナメント終わらへんというところで、ハイジャックのプレイヤーがここで1800点にレイズ。そして春ポーカーの左ドライのプレイヤー SB のプレイヤーもコールを選択しました。春ポーカーここはシンプルにディフェンスしていきたいと思います。というわけでハイジャック SB のプレイヤーとともに3ウェイでフロップに参る形となりました。 BB のディフェンスハンドでシンプルに絡む日がトーナメント勝てる日というところで、フロップはエース3デュースの2ハートのボード。春ポーカーは激アツのフロップ2ペアを引くことができました。ですがフロップはオールチェックで回ってしまいターンに向かいます。ターンに落ちたのは9のクラブ。3が落ちていたら春ポーカー2ペアを消されてしまうので、とりあえず悪くないカードが落ちたなと思っていました。すると SB のプレイヤーがここでベッド2500点を選択。もうターンまで来てしまっていることもありますし、春ポーカーはここでスロープレイをするのは危険だなというふうに思っています。バリューの取り逃しにもなり得ますし、このドローが多いボードにおいてはレイズ一択かなっていうふうに思っています。 SB のプレイヤーに対しては春ポーカーはポジションも買っていますし、そこまで大きいレイズを返す必要もないかなと思いました。なので春ポーカーはここで少し安めのレイズ6500点を返していきました。このボードなので SB のプレイヤーがドローでベットしてきている可能性はあると思っていました。なので春ポーカーはドローハンドもコールしやすいようなレイズ額を選択。 SB に対しては
はポジションも買っているので、もしドローを引かれてしまっても冷静に対応できるかなという風に思っていました。というところで春ポーカーのレイズに対してオリジナルのハイジャックのプレイヤーがフォールドを選択。左隣の SB のお兄ちゃんがどうするか。このプレイヤーはここまで対戦してきて、このテーブルの中ではルーズアグレッシブな印象があったので、大概コールしてくれるかなと思っていましたが、まんまと相手はコールを選択。リバーに向かいます。リバーに落ちたのは3のダイヤ。春ポーカーにとって最悪なリバーカードが落ちてしまいました。相手がチェックしてくれたので春ポーカーもチェックバック。すると相手のハンドは8、9ハートハート。春ポーカーなんとか勝利。リバーで3がペアあったことによって春ポーカーの2のペアが無効化されましたが、まあハートや9がリバーで落ちなかっただけよしとしましょう。ナイス春ポーカー。実はチップが増えたり減ったりですが、現在春ポーカー少しスタックを減らしてしまっているかなというところで、このハンド10ジャックスーツ UTG プラス1から。現在ブラインドは500戦 BB アンティ1000の状況です。春ポーカーはレイズ2200点を選択。スタックもかなり削られてしまっているのでタイトフォールドも一部考えましたが、スートはさすがにオープンしました。というところでハイジャックのプレイヤーがここで3ベッド6500点を選択。このハンドは3ベッド食らって嬉しいハンドではないですが、エースキングやエースクイーンなどにもある程度の勝率はありますし、強いハンドのみ3ベッドに対してコールをしていてもハンドレンジが透けてしまうので、まあこれはコールしてもフォールドしてもいいハンドかなと春ポーカー自身思っています。4ベッドに回すのは少し弱すぎますし、あえてブラフ4ベッドに混ぜるハンドでもないと思います。ということで春ポーカーはここでコールを選択。ヘッズアップでフロップに回る形となりました。フロップに落ちたのはエースジャック5の2ハートのボード。エースは落ちてしまっていますが、相手が10以下のポケットペアの場合春ポーカーが勝っている状況となります。春ポーカーはこのフロップに対してチェックを選択すると、ハイジャックのプレイヤーはベッド5000点を飛ばしてきました。もちろんとりあえずの CB が飛んできそうなボードなので、このポットに対しての 33% ベッドはとりあえず一発はコールしてもいいハンドを春ポーカーは持っているかなとも思いますが、比較的素直なプレイヤーがベッドしてきてる。診断します。フォールド異常なし。春ポーカーのスタック的にもこの5000点が命取り。悔しいですがフォールドを選択したいと思います。すると対面のプレイヤーはここでキング総称。小さいベッドでしたがナイスフォールド春ポーカー。ここで重大なお知らせがあります。なんと春ポーカーのアパレルブランドノーリミットが絶賛発売中。第1弾はこちら。お買い求めは YouTube 概要欄から。かなりきつい展開でチップを減らしてしまっている春ポーカー。ここら辺で起死回生の一手を狙いたいというところで、このハンドテンパチスーツ BB から。ブラインドは現在500戦 BB アンティ1000の状態です。春ポーカーのスタックは現在3万3000点ほどなので 30BB ぐらいのスタックしかありません。いつオールイン対決になってもおかしくないかなというような状況となります。こんなとこで飛びたくないって。春ポーカー一発ダブルアップかませというところで、ここで SB のプレイヤーが 2.5BB オープンのレイズ2500点を選択。春ポーカーここはもちろんシンプルにディフェンスしていきたいと思います。そろそろボード絡んでくれな困る。頼むよポッター。ウィンガーデムレディオ春ポーカーは激アツのフロップ2ペアを完成ですが、かなりウェットなボード。スロープレイは禁物だなと思っていました。すると相手からベッド3500点が飛んできました。春ポーカー自身ポジションは勝っているものの、落ちたら怖いカードが多すぎます。ここはシンプルにレイズを返していこうかなという風に思っています。ターンでオールインしても不自然じゃないような額を春ポーカーは考えています。春ポーカーの残りスタックは3万点ほど。ターンで春ポーカーのスタックとポットサイズがちょうど同じぐらいになるようなサイズを考えていきました。そこで春ポーカーが選んだサイズはレイズ8000点。もしもここで相手からコールを引き出せた場合、ターンで相当なスケアカードが落ちない限りはほぼほぼオールインをしようと思っていました。ドローも多いこのボードで相手が疑ってオールインなんかを返してくれたら春ポーカー一番美味しいなと思っています。相手のプレイヤーの特徴的にもアグレで、さらにはタフコールが多いプレイヤーでした。さらにタフコールの頻度が多すぎたのであまり上手ではないなという風に感じていました。そのプレイヤーからここでオールインが飛んできました。ドローも多いこの状況で春ポーカーさすがに降りれません。すると相手のハンドはジャックデュースオフスーツ。オッケー、全然勝ってる。そのまま下ブレンダーナイス。リバーまで引かれず春ポーカーの勝利。セックスレッドパトロナー
ということで春ポーカーはブラインドヘッズにて2ペア VS トップヒットのオールイン対決でなんとかダブルアップすることに成功した。一発一発のオールインで少しでも下振れたら135万円が飛んでしまうと思うとヒヤヒヤします。このオールイン勝負に勝利したことによって春ポーカー再び原点の6万点よりスタックを増やすことに成功。ナイス春ポーカーということで命からがらなんとかテンパチスーツでダブルアップに成功しスタックをかなり回復させた春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。キングクイーンオブスーツボタンから。現在ブラインド500戦 BB アンティ1000の状況でここでカットオフのプレイヤーがオールイン11200点をかましてきました。約 11BB のオールインということで春ポーカーコールするかフォールドするかで悩んでいます。このカットオフのプレイヤーは少しやんちゃなプレイヤーなのでこれまでにもオールインを何度かしていました。ハンドリスペクトがないのでこのプレイヤーのオールインに対してはコールしたいとは思いましたが後ろのプレイヤーにオールインをかぶせられてしまうときついので春ポーカーコールするか悩んでいました。ですがここで春ポーカーコールすることを決意。 SBBB がフォールドして春ポーカーヘッズアップで戦わせてくれと思っていると BB のプレイヤーがここでフォールド。相手のハンドはキング10スーツ。ナイス春ポーカーコール。相手に対してドミネーションしてる。フロップはナイスクイーンヒット。ほぼ勝ち確。ナイスや春ポーカーって何そのまくられ方。おかしい、こんなの絶対おかしいおかしい。フロップで勝ちを確信しましたがまさかのランナーフラッシュで負け。こんなことあるんすか。嘘と言ってよポーカー神様。メインイベントデイ2なかなかトントン拍子にはチップが増えてくれないなと思いつつもこのハンドエース9スーツカットオフから。現在春ポーカーのスタックは6万点ちょっと。スタートチップ6万点の壁をそろそろ超えていきたいなと思っていました。というところでミドルポジションのプレイヤーがレイズ2200点を選択。ここで春ポーカーインポジションということもあるのでコール3ベッドフォールドどれでもいいなという風に思っていました。今回は積極的に攻めていこうということでエース9スーツで3ベッドを返していきました。多少アグレッシブめではありますがポジションも勝っているので悪くない動きかなという風に思います。めちゃくちゃ強いハンドのみ3ベッドするのではなくこのようなハンドも3ベッドレンジに入れていきます。4ベッドはお断り。コールもしくはスチールでいいよと思っていたらミドルポジションのプレイヤーがここでコールを選択。3ベッドポットでエース9スーツそこまで強いハンドではないですがポジションを生かして立ち回っていこうと思います。というところでフロップで開かれたのは最高のボードエースキング10 2ハートのボード。このボードに対してミドルポジションのプレイヤーはチェックを選択。春ポーカー自身もちろん CB を打ってもよかったのですがここは潜みのチェックを選択します。ターンに落ちたのはセブンのダイヤ。このフロップにおいて春ポーカーチェックバックをしたことによって相手から見ると春ポーカーがエースを持っている可能性はかなり薄くなっていると思います。ベッドサイズを考えてると相手がこっちをめっちゃ見てくる。いやもう全然いいんすけど僕見てボキシャやっていいっすか。キングヒットさらにはジャックやクイーン持ちのストレートドローもコールしやすいようなサイズを打っていきたいと思います。春ポーカーはターンで16500点のポットに対してベッド5500点を選択しました。フラドロ付きのエースヒットじゃない限りフロップは大体 CB を打ってしまうようなボードなのでエースの可能性はかなり消せていると思います。すると相手はここで春ポーカーのベッドに対してコールを選択。リバーに向かいたいと思います。リバーに落ちたのはクイーンのダイヤ。最悪のリバーカードが落ちてしまいました。リバーではターンのバリューターゲットに入れていたキングジャックやキングクイーン、10ジャック10クイーンなど全てにまくられています。ショーダウンバリューが1はあるので春ポーカーチェックバックすると相手のハンドはキングクイーンスーツ。もう展開悪いって。いやちょっとすいません虚婚ぶら下げて話すのやめてもらっていいですか。悔しいんで。ナッツフラッシュドローもあったのでドローとドローが重なったら爆発する可能性もあるかなという風にも見越していたので悔しいですが引かれたのはしょうがない。次に行かせ春ポーカー。腰が悪くまたもやチップを減らしているところでこのハンドキングスカットオフから。現在ブラインドは500戦 BB アンティ1000の状態です。というところで春ポーカーの左隣ハイジャックのプレイヤーがレイズ2300点を選択。春ポーカーのスタックは現在 40BB ちょっとあるかなというところなので一発オールインにはスタックが深すぎるというわけで刻んで3ベッドをかましていきたいと思います。選んだサイズはリレイズ6300点。左のプレイヤーはオープン頻度も高くやんちゃなプレイヤーだったためこの3ベッドには高頻度でコールがもらえそうですしワンチャンオールインもしてきてくれる可能性があるなという風に思っていました。ですが予想外ここで BB のディープのプレイヤーが春ポーカーのスタックを聞いてきました。まさかの BB が入ってきてくれるのか。春ポーカー自身ショートなのでここで BB のコールさらにはハイジャックのコールなどが入ればフロップでエースが落
落ちない限り高頻度でオールインをすることになるでしょう。キングスで飛ぶならさすがにしょうがない。そんなことを思っていたらまさかの BB のプレイヤーからオールインが飛んできました。もちろんコールするんですが、春ポーカーここで飛ぶかもしれへん。覚悟を決めてコールをしました。すると相手のハンドはテンズ。ナイス。相手にエースを持たれてなくて春ポーカー安心。頼む、そのまま天は絶対落とさんといてくれ。いやー、来た。いきなり来た。このチャンスをずっと待ってた。このコスプレに1万円かけた俺、人間的に死んでいる。デイ1そしてデイ2、ずーっと辛抱していた甲斐がありました。ここでまさかのキングスでダブルアップ。6万点以上にスタックを作っても削られ、また増やしても削られの連続でしたが、ここでいきなり8万6400点のポットを獲得。いいぞ、トーナメントはこれや。ここから吹き上げろ。波に乗っていけ春ポーカー。というわけでデイ2、2回目の休憩を明けて春ポーカーそこそこにスタックを増やせています。もっとがっつりと増やしていきたいなと思っているところで、このハンドジャックインオフスーツ SB からここまでこのテーブルで4時間ほどプレイして、同じテーブルに座っているプレイヤーの特徴だったりアクションの癖をかなり見抜けてきたかなと春ポーカーは思っています。というところで、その特徴の中でも分かりやすい癖を持っていたハイジャックのプレイヤーがレイズ2800点を選択。春ポーカーが持っているハンドは SB でジャックインオフスーツ。普段ならこのハイジャックのオープンに対して春ポーカー SB からこのハンドは降りることの方が多いと思います。ですがこのハイジャックのプレイヤーに対してはかなり特徴をつかんでいたこともありますし、ポストフロップでプレイしていきたいなという風に思っていたので、春ポーカーコールを選択。ポジションは悪いですがスキルエッジが出そうな相手とは積極的にポストフロップを戦っていこうと思います。というところで BB のプレイヤーもコールして3ウェイでフロップに参ることとなりました。ジャックインオフスーツはどちらかというとヘッズアップよりマルチウェイの方が戦いやすいハンドかなという風に思っていたので、この BB のプレイヤーのコールは嬉しい。 BB 自体3ベッド率も低かったのでスクイーズが飛んでくることもほぼほぼないかなと思っていました。というところでフロップはクイーン76のレインボーボード。春ポーカーはドンクベッドアセスチェックを選択すると BB のプレイヤーもチェック。このオリジナルであるハイジャックのポストフロップのプレイの特徴として、本当にバリューしか打たないなという印象がありました。 CB 率が非常に低く、毎回下ろしてはバリューハンドをショーしていました。そのようなプレイヤーからここで強めのベッド6300点が飛んできました。先ほども言った通りかなり特徴をつかんでいて、これはほぼほぼバリューベッドなんだろうなと春ポーカーは思っていましたが、ワンチャン相手もクイーンヒットでキッカー勝ちの可能性もあるんじゃないかなと春ポーカーは思い、フロップはコールする選択肢を取りました。普通の相手なら喜んでコールするボードですが、この相手に対してはフロップの時点でかなり降りてもいいんじゃないかなとも思っていました。ターンでジャックを引ければ嬉しい春ポーカーですが、ターンに落ちたのはキングのクラブ。相当強いハンドを持っているなら春ポーカージャックを引けたら前段いける可能性もあると思っていましたが、ここで引けず相手からベッド8900点が飛んできました。ちょっと待って、そのアクションやめて。ターンでのこの安ベッド、普通のプレイヤーなら春ポーカーコールすることもあるとは思いますが、この相手からのダブルバレルベッドはさすがにギブアップ。春ポーカーはジャックインオフスーツを見せてフォールドすると、相手はここで A シーズを見せてくれました。劇場内での映画の撮影・録音は犯罪です。ストップ、チップドロー。やはり予想通り相手のハンドはガチハンド。相手の特徴を掴んでいたのにフロップで降りれなかったのは春ポーカーのミスかもしれません。ですがターンでジャックやクイーンを引けていたら前段取れていた未来もあったので、一概にミスという判断もできないかなというふうに思います。ですが次に生かしたらいいんや春ポーカー。チャンネル登録せんといて、俺のこと監視せんといて。